真犯人。高原療養所へは国道を飛ばして40分ほどの道のりだ。ユキコの家を家探しして1時間以上潰したのと、国枝判事を説きつけるために手間取ったので、彼らが療養所へ着いたのはもうお昼過ぎであった。療養所は駅の少し手前、美しい丘の中腹に絵のように広がっている白亜の建物だ。車を門内に入れて受付に来意を告げると、すぐさま院長室に通された。院長の児玉博士は専門の医学の他に文学にも堪能で、殿村などとも知り合いであったから、最前殿村からの電話を聞いて彼らの来るのを待ち受けていたほどである。さっき電話でお尋ねの人相の夫人は北川トリコという名で入院していますよ。お言葉によってそれとなく見張りをつけておきました。挨拶が済むと院長が言った。あの女がここへやってきたのは何時頃でしょうか。殿村が尋ねる。そうです。今朝9時半頃でしたか。で、症状はどんな風なのですか。まあ、神経衰弱でしょうね。何かショックを受けてひどく興奮しているようです。別に入院しなければならないほどの症状ではありませんが、ご承知の通り、ここは病院というよりは一種の温泉宿なんですから、本人の希望次第で入院を許すことになっているのです。あの人が何か悪いことでもしたのですか。院長はまだ何も知らぬのだ。殺人犯人なのです。殿村が声を低めて言い放った。え？殺人犯人ですって。そうです。ご承知の S 村の殺人事件の下手人です。院長は非常な驚きに打たれ、慌ただしく委員を呼んで北川トリコの病室へ案内させてくれた。国枝氏も殿村もその病室のドアを開くときには、さすがに心臓のただならぬ鼓動を感じないではいられなかった。思い切ってさっとドアを開くと、入り口の真正面に絹川由紀子が怯えた目を張り裂けんばかりに見開いて突っ立っていた。北川トリコとは他ならぬ絹川由紀子であった。いや、少なくとも絹川由紀子と称する女であった。彼女は今朝会ったばかりの殿村を忘れるはずはない。その後ろに立っている国枝余震判事は知らなかったけれど、この慌ただしい侵入が行為の訪問であろうはずはない。彼女はとっさの間に全てを悟ってしまった。あ、いけない。突然殿村が由紀子の体に飛びついて、その手から青い小さなガラス瓶をもぎ取った。彼女はどこで手に入れたか、万一の場合に備えて毒薬を用意していたのだ。毒薬を奪われた娘は最後の力尽きて崩れるように倒れ伏し、物狂わしく泣き入った。国枝くん、今朝絹川由紀子が部屋の中で消え失せてしまったことを聞いているだろう。あの部屋から姿を消したこの女は素早くも療養所の入院患者になりすましていたのだよ。殿村が説明した。だが、待ちたまえ。それは少しおかしいぜ。国枝氏は何か腑に落ちぬらしく、絶え入らんばかりに泣き入っている女を見下ろしながら、絹川由紀子は犯罪の行われた日は一度も外出しなかったはずだ。それに被害者の山北鶴子は由紀子にとって
恋の敵でも何でもない。大家は完全にユキコのものだったのだからね。そのユキコが何を好んで命がけの殺人罪などを企てたのだろう。どうもおかしいぜ。この女は神経衰弱のあまり変な幻想を起こしているのではないかしら。と妙な顔をする。さあそこだよ。そこに非常な錯誤があるのだ。犯人のずば抜けたトリックがあるのだ。君は犯人を大谷幸吉と決めてかかっている。それが間違いだ。君は被害者を山北鶴子と決めてかかっている。そこに重大な錯誤があるのだ。被害者も犯人も君たちには少しも分かっていないのだ。殿村が機械千万なことを言い出した。なんだって？国枝氏は飛び上がらんばかりに驚いて叫んだ。被害者が山北鶴子ではないって？じゃあ一体誰が殺されたのだ？あの死骸は犬に食い荒らされる以前、おそらく顔面をめちゃめちゃに傷つけてあったに違いない。そうして人相をわからなくした死骸に鶴子の着物や装身具をつけてあそこへ捨てておいたのだ。だが君、それじゃ鶴子の行方不明をどう解釈すればいいのだ？田舎娘が親に無断で3日も4日も帰らないなんて常識では考えられないことだ。鶴子さんは絶対に家に帰るわけにはいかなかったのだ。僕はね、大家くんから聞いているのだが、鶴子さんは非常な探偵小説好きで、英米の犯罪学の書物まで集めていたそうだ。僕の小説なんかも残らず読んでいたそうだ。あの人は君が考えているような単純な田舎娘ではないのだよ。殿村は必要以上に高い声で物を言った。国枝氏ではない誰かもっと別の人に話しかけてでもいるように。国枝氏はますます面食らって、なんだか君は鶴子さんを非難しているように聞こえるが、と反問した。非難だって？非難どころか、あいつは人殺しなんだ。極悪非道の殺人鬼なんだ。すると？そうだよ。山北鶴子は君が信じているように被害者ではなくて加害者なんだ。殺されたのではなくて殺したのだ。誰を？余震判事は殿村の興奮に釣り込まれて慌ただしく尋ねた。絹川由紀子をさ。おいおい殿村くん、君は何を言っているのだ。絹川由紀子は現に僕らの目の前に泣き伏せているじゃないか。だが、ああ、それとも、もしや君は？ははは、わかったかい？ここにいるのは、絹川由紀子の仮面をかぶった山北鶴子、その人なんだ。鶴子は大家くんを熱愛していた。両親を責めて結婚をせき立てたのも鶴子だ。この人が大家くんの心を占めている絹川由紀子の存在をどんなに呪ったか。全く自分から背き去った大家くんをどれほど恨んだか。想像に難くはない。そこでその二人に対して恐ろしい復讐を思い立ったのだ。恋の敵の由紀子を殺し、その死骸に自分の着物を着せて、大家くんに殺人の嫌疑がかかるように仕組んだのだ。一人は殺し、一人には殺人犯人として恐ろしい刑罰を与える。実に完全な復讐ではないか。しかも、その手段の複雑巧妙を極めていたこと。さすがは探偵小説や犯罪学の研究家だよ。殿村はそこで泣き伏せている鶴子に近づき、その肩に手を当てて話しかけた。鶴子さん、
聞いていたでしょうね。僕の言ったことに何か間違いがありますか？ありますまい。僕は探偵小説家です。君の素晴らしい思いつきがよくわかりますよ。今朝、鬼怒川由紀子の部屋で会った時は、君の巧みな変装に騙されて、つい気がつかなんだけれど、君と別れてから僕ははっと思い出したのです。S 村でたった一度話をしたことのある山北鶴子の面影を、その不格好な葉髪や厚化粧のおしろいの下からはっきり思い浮かべることができたのです。鶴子はもはや観念したものか、泣きじゃくりをしながら殿村の言葉をじっと聞いている。その様子が殿村の推察が少しも間違っていないことを語っているように見えた。すると鶴子は鬼怒川由紀子を殺しておいて、その殺した女に化けていたのだね。国枝氏が驚愕の表情を押し殺すようにして口を挟んだ。そうだよ。そうする必要があったのだ。殿村がすぐ引き取って答える。せっかく由紀子の死骸の顔を傷つけて鶴子と見せかけても、当の由紀子が行方不明になったのでは疑いを受けるもとだ。そればかりではなく、鶴子が殺された体を装うためには、鶴子こそ行方をくらまさなければならぬ。そこで鶴子が一時由紀子に化けてしまえば、この二つの難題を同時に解決することができるじゃないか。その上、由紀子に化けて、大家君のアリバイを否定し、いやおうなしに罪に落としてしまう必要もあったのだからね。実に素晴らしい思いつきだよ。なるほど、なるほど。由紀子が恋人である大家のアリバイを否定するのは変だと思ったが、それで辻褄が合うわけだ。それにはね、殿村が説明を続ける。由紀子の下宿というものが、実におあつらえ向きにできていた。下には目も耳も疎いおばあさんたった一人だ。外出さえしなければ、化けの皮が剥げる気遣いはない。また、たとえ人違いを看破するものがあったところで、まさかそれが惨殺されたはずの山北鶴子だなどと誰が思うものか。広いN市に鶴子を知っている人は、ほんの数えるほどしかないはずだもの。つまり、この女は、我が身を一生日陰者にし、親子の縁を切ってまでも、恋の恨みを晴らしたかったのだ。無論、永久に鬼怒川由紀子に化けていることはできない。大家君の罪が決定するのを見定めてから、どこか恩国へ身を隠すつもりであったに相違ない。ああ、なんという深い恨みだろう。恋は恐ろしいね。この裏若い娘を気違いにしたのだ。いや、鬼にしたのだ。嫉妬に燃える一匹の鬼にしたのだ。この犯罪は決して人間の仕業ではない。地獄の底から這い出してきた悪鬼の所業だ。何と罵られても、哀れな鶴子はうつぶしたまま石のように動かなかった。あまりの打撃に思考力を失い、あらゆる神経が麻痺して身動きをする力もないかと見えた。国枝氏は小説家の妄想がピシピシと的中していくのを非常な驚きをもって、むしろ空恐ろしく感じながら聞いていたが、しかしまだまだ腑に落ちぬ点がいろいろあった。殿村君、すると大谷幸吉は別に嘘を言う必要もなく、また言ってもいなかったことになるが、思い出してみたまえ。大谷は犯罪の当夜、遅くまで鬼怒川由紀子のところにいたと主張している。つまり由紀子はその夜、少なくとも11時前後までは N 市にいたはずだね。ところが
そのユキコが同じ晩に遠く離れた S 村で殺されていたというのは、少し辻褄が合わぬじゃないか。たとえ自動車が雇えたとしても、そんなに遅く若い女が1里半もある山奥へ出かけていくというのは実に変だ。それにいくら猛録したばあさんだと言ってユキコがそんな夜更けに外出するのだったら一言くらい断っていくだろうし、それを忘れてしまうはずもなかろうじゃないか。ところがばあさんはあの夜ユキコは決して外出しなかったと証言しているのだぜ。さすがに国枝氏は急所をつく。さあそこだよ。僕がどこの国の警察記録にも前例がないというのはその点だよ。殿村はこの質問を待ち構えていたように勢い込んで喋り始めた。実に奇想天外のトリックなんだ。殺人狂でもなければ考え出せないような驚くべき方法なんだ。この間僕は二平じいさんが拾っておいた藁人形に関して君の注意を促しておいたはずだね。ほら、あの担当で胸を刺されていたやつさ。あれは何だと思う？犯人がね、その突飛千万な思いつきを試験するために使用したものだよ。つまり、あの藁人形をね、貨物列車に乗せておいたなら、一体どの辺で車上から振り落とされるものだかを試験してみたのだよ。え？なんだって？貨物列車だって？国枝氏はまたしても面食らわざるを得ないのだ。手っ取り早く言うとね、こういうわけなのだよ。探偵小説愛読者である犯人は、犯罪というものは、どんなに注意をしても、現場に何かしら手がかりが残ることをよく知っていたのだ。で、自分は少しも現場に近寄らず、ただ被害者の死骸だけがそこに転がっている。という一見全く不可能なことを成し遂げようと企てた。鶴子がどうしてそんな変なことを考えついたかというとね、この女は恋人の敏感で、いつの間にか鬼怒川由紀子の住所を嗅ぎつけ、由紀子の留守の間にあの2階の部屋へ登ってさえいたのだ。ね、そうですね、鶴子さん。そして実に驚くべき発見をしたのだ。というのは、ご承知の通り、由紀子の部屋はすぐ停車場の構内に面していた。窓の真下に貨物列車専用のレールが走っている。で、そこを列車が通ると、レールの地盤が高くなっているものだから、貨物の箱が窓とスレスレに一尺と隔たぬ近さで、由紀子の部屋をかすめてゆく。僕は今朝、あの部屋を訪ねて、この目でそれを見たのだ。しかも、構内のことだから、貨物列車は滑車の付け替えのために、ちょうど由紀子の部屋の窓の外あたりで停車することがある。鶴子さん、君は、あれを見たのですね。そして、今度の恐ろしい犯罪を決行する気になったのですね。殿村は時々、泣き伏せている鶴子に話しかけながら、複雑な説明を続けていった。そこで、この人は、やっぱり由紀子の留守を伺い、例の藁人形を持ち込んで、ちょうど窓の下に停車している無害滑車の材木の上へ、屋根伝いにその人形をそっと乗せたのだ。くくりもどうもしないのだから、記者の動揺で人形はどっかへ振り落とされるに決まっている。それがどの辺だか、大体の見当をつけようとしたわけだ。長い貨物列車のことだから、それに S 村のトンネルまでは道が上りになっているから、速力は非常にのろい。人形はなかなか落ちないのだ。そして例のトンネルの近くまで進むと勾配が終わって少しスピードが出る。ちょうどその時、俗に大曲がりと称する急カーブに差し掛かるのだ。
列車がひどく動揺する。自然、人形はそこで振り落とされることになる。好都合にも人形の落ちたところが S 村の外れの寂しい場所と知ると、犯人はいよいよ殺人の決心を固めた。そして大家くんがユキコを訪問する日を待ち構えていて、彼を尾行し、彼がユキコに別れて帰るのと入れ違いに2階の部屋へ侵入して相手の油断を見すまし、難なくユキコを刺し殺してしまう。それから顔をめちゃめちゃに傷つけて着物を着替えさせ、ちゃんと時間を調べておいた夜の貨物列車が窓の外に止まるのを待って屋根伝いにそこへ抱き下ろすという順序なのだ。鶴子さん、その通りでしたね。死骸は木山通りトンネルの傍らへ振り落とされた。その上、なお好都合にもあの辺の山犬が全く見分けのつかぬように皮膚を食い破ってしまった。一方犯人の鶴子はそのままユキコの部屋に居残って髪の形を変え、おしろいを塗り、頬には公約を貼り、ユキコの着物を着、作り声をして、まんまとユキコになりすましていたのだ。国枝くん、これは君たち実際化には全く考えも及ばぬ空想だ。しかし、若い探偵小説家の娘さんには、決して空想ではなかった。この人は無謀千番にもそれを実行してみせたのだ。大人にはできない芸当だよ。それから今日、この人があの2階で消え失せてしまった秘密も、君には説明するまでもなかろう。やっぱり同じ方法で、今度は S 村とは反対の方角へ、無害滑車の忠則をやったのだよ。さあ、鶴子さん。もし僕の推察に間違った点があったら、訂正をしてください。多分、訂正する必要はないでしょうね。殿村は語り終わって、再び鶴子に近づき、その肩に手をかけて引き起こそうとした。とその瞬間、伏せっていた鶴子の体が電気にでも感じたように大きくビクッと波打ったかと思うと、ギャッというような身の毛もよだつ叫び声を発して、彼女はガバッと跳ね起きた。跳ね起きていきなり断末魔の気違い踊りを踊り出した。それを一目見ると、殿村も国枝氏もあまりの恐ろしさに思わずあっと声を立てて後ずさりをした。鶴子の顔は涙のために厚化粧のおしろいが不気味なまだらに剥げ落ちて、目は血走り、髪は逆立ちもつれ、しかも見よ、彼女の口は夜叉のように耳まで裂けて、噛み鳴らす歯の間からドクドクとあふれ出る真っ赤な血のり。それが唇を毒々しく彩り、網目になって顎を伝って、ポトポトとリノリウムの床へ滴り落ちているではないか。鶴子はついに舌を噛み切ったのだ。自殺せんとして舌を噛み切ったのだ。おい、誰か来てください。大変です。舌を噛み切ったのです。意外の結果に狼狽した殿村は、廊下に飛び出して声を限りに人を呼んだ。隠して S 村の殺人事件は終わりを告げた。舌を噛み切った山北鶴子はかわいそうに死にきれず、長らく療養所の厄介になっていたが、傷口は回遊しても凶器は治らず、ろれつの回らぬ口であらぬことをわめきながらゲラゲラと笑うほかには何の能もない気違い女となり果ててしまった。だがそれは後のお話。
その日、下髪切りた鶴子を委員長に託し、鶴子の実家へは長文の電報を打っておいて、ひとまず N 市へ引き返す汽車の中で、国枝余震判事は親友の殿村にこんなことを尋ねたものだ。それにしても、僕にはまだ飲み込めない点があるんだがね。鶴子が無害滑車に隠れて逃げ出したのは分かっているが、その行く先が高原療養所だということを、君はどうして推察したんだね。鶴子の自殺騒ぎで、せっかく事件を解決した楽しさをめちゃめちゃにされた殿村は、苦い顔をしてぶっきらぼうに答えた。それは午前9時発の貨物列車がちょうど療養所の前で、操車の都合上ちょっと停車することを知っていたからだよ。材木の間に隠れたまま有駅まで行ったのでは、貨物積み下ろしの妊婦に発見される恐れがある。鶴子さんはどうしても有駅に着く前に滑車から飛び降りる必要があった。それには療養所の前で停車した檻が絶好の機会ではなかろうか。しかも降りたところには高原療養所が建っている。病院というものは犯罪者にとって実に屈強の隠れ家なんだよ。探偵小説家の鶴子さんがそこへ気のつかぬはずはない。僕はこんな風に考えたんだ。なるほど。聞いてみると実に何でもないことだね。しかしその何でもないことが僕や警察の人たちには分からなかったのだ。それからもう一つ疑問がある。鶴子が自宅の机の引き出しに残しておいた K の署名のある呼び出し状は、無論鶴子自身が偽造したものに違いないが、もう一つの証拠品、例の大家くんの今の縁の下から発見された血染めの浴衣の方は、ちょっと解釈が難しいと思うが、それも何でもないことだよ。鶴子さんは大家くんの両親とは親しい間柄だから、大家くんの留守中にも自由に遊びに来たに違いない。そうして遊びに来ている間に機会を見て、大家くんの着古しの浴衣を盗み出すのは造作もないことだ。その浴衣に血を塗って丸めて、犯罪の前日あたりにあの縁の下へ放り込んでおくというのも少しも難しいことではない。なるほど、なるほど。犯罪の後ではなくて、その前にあらかじめ証拠品を作っておいたというわけだね。なるほど、なるほど。しかし、あのおびただしい血のりはどこから取ったものだろう。僕は念のためにあれを分析してもらったが、確かに人間の血なんだよ。それは僕も正確には答えられない。しかし、あのくらいの血を取ることはさして困難ではないのだよ。例えば、一本の注射器さえあれば、自分の腕の静脈からだって茶飲み茶碗に一杯ぐらいの血は取れる。それをうまく塗り広げたら、あの浴衣の血痕なぞ造作なくこしらえられるよ。鶴子さんの腕を調べてみれば、その注射針の跡がまだ残っているかもしれない。まさか他人の血を盗むわけにもいくまいから、おそらくそんなことだろうよ。この方法は探偵小説なんかにもよく使われているんだからね。国枝氏は感じ入って幾度もうなずいてみせた。僕は君にお詫びしなければならない。小説家の妄想などと軽蔑していたのはどうも僕の間違いらしい。今度のような空想的犯罪には僕ら実際化は全く手も足も出ないことが分かった。僕はこれから実際問題についてももっと君を尊敬することにしよう。そして僕も今日から探偵小説の愛読者になろう。余震判事は無邪気に兜を脱いだ。ははは、そいつはありがたい。これで探偵小説愛読者が一人増えたというものだね。殿村も一倍の無邪気さで朗らかに笑った。